皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、買うつもりなかったんだけどね。どうせ V10 でしょ。どうせ V10 だから。スーパーウェイロンと V10 が合体したみたいな感じなのかな。内部がね、原色の V10 ということで、いいなというのがあって、買ってみたっていうところなんですけれども、UV コートとかコアマグネット入ってるよとか、そういうことは全然変わりないですかね。いいね、内部原色。オートホーミング、ないな。結構ペターっとしてますね。ちょっと回してみましょうか。おなんだこれは。なんだこれは。ここにね、C エンプロ V2 がいますが、この子の方が、プラスチックが硬い感じの、まさにこういうカチャカチャした感じの回し心地なんですが、これは、この接地面の白い部分、これが、触った感じ、サンダークラップとかの白い接地面のプラスチック素材にすごくよく似てて、ペタッとしてる感じ。もちっとした感じの回し心地なんですが、すっごいここが、こういう状態。こうやって浮いている状態で常に回ってるみたいな。これは、ちゃんと面がくっついてる状態で回ってるっていう感触なんですけど、これはずっとここはこうやって浮かんだ状態でこうやって回ってるみたいな。軽いな。なるほど。ここで磁石の調整ができますよっていう感じですね。中見てみる？取れやすいな。めちゃくちゃ取れやすいな。V10 ですね。この平べったい、でかい感じのポップ体勢のやつですね。コアが20マグネットがこういう位置で入ってるよみたいな感じで。コーナーパーツの磁石を、スーパーウェイロンですよね。8段階とかでカチカチ調節できるよっていう感じなんだけれども、どうなんでしょうかね。スーパーウェイロンって磁石が弱すぎるっていう感じだったので、一番これ1だよね多分。一番強いところ以外はスーパーウェイロン多分使わないという感じだったんですけれども、これは今ちょっと回してみた感じ、割とコアマグネットとかのマグネットはしっかり効いてる感じがあったので、使っても2か3、ちょっと引っ込めてぐらいが微妙にいいんだよなみたいな人がいるかもしれないけど、多分これは一番強い磁石しか使わないんじゃないかなと思いますね。パーツの形状をちょっと V10 と比べてみようか。こっちが V10 で、こっちがスーパーウェイロン V2 なんですが、エッジの足の磁石の飛び出し具合とか、コーナーのコアマグネットの磁石の飛び出し具合とかっていうのはもう全く一緒ですね。で、ここのところがね、ちょっと隙間空いてて、軽量化につながってるかどうかわかんないけど、V10 はこんな感じだけど、調整機構がある分、全部包まれてるよみたいな感じのコーナーの足の形状になってるというところですね。この滑車の部分というかなんていうか、この溝のところとかも、基本は全部一緒なんじゃないかな。入れ替えても全然回せそうな感じがしますね。ただ、この接地面の素材が違うので、ちょっと回し心地が違うっていうところがありますね。初期状態は多分一番緩い11とかの状態だと思うんですが、やっぱりね。V10 のすごくいいところが、ポップ耐性がむちゃくちゃ強くて、ピボットこんな感じ。全然しないんですよ。
これ多分11のはずなんですよ、V10 私。なんだかんだ、一番最初8にしましたとか言ってたんですが、1だよね。1ですね。で、この上の白いところも1になってるんですよ。今ここの下の歯車も1になってて、ここの設定も1にしてる。一番緩い状態で、全然パーツ外れないとか、こんな感じ。全然ピボットしないみたいな。っていう感じのキューブなので、回していてですね、小さなストレスっていうのが全くないんですよね、この子。ピボットしちゃうなとか、ポップしちゃうなとかっていうのが全くなくて、で、まあ、こんな感じで。ブチャラティしまくったんで、超もっちりですよね。めちゃめちゃもっちりな感じになってるんですが、こっちの方が、こう、プラスチックの固めな甲高い音がするのに対して、こっちは、なんかもう本当にこの素材の音っていう感じがするのと、もうこのピボットむっちゃしやすいっていう、そのまんまの回し心地で、これね、ガンの12だわ。ガンの12ですね。もうすごい柔軟性ですね、これ。こっちの方がまっすぐっていう感じ。全然別物じゃねえか。これ潤滑剤は多分初期の状態のやつなので、これちょっとブレーキをかける潤滑剤を入れないと、ちょっと早すぎて、こっちなんかは11の一番緩い状態なんですが、言うしかいかないね。これはもうなんかめちゃめちゃ軽すぎて、ちょっと重たい潤滑剤を入れないとダメだな。カームぐらいじゃ多分どうしようもないと思うんで、いや、めちゃめちゃ軽いな。グラビタスを入れてもいいかな。グラビタス入れるとちょっと操作しやすくなる感じがあるかもしれないですが、まあちょっとこうやって回してみた感じなんですけれども、ごめん、全然別キューブだったわ。こんなに変わる？ちなみにこれはね、スプリングタイプです。スプリングタイプのやつなので、マグレブの交換機構とかついてなくって、単純にもうここに入ってるのはスプリングなんで、これ全く条件一緒のキューブなんですね。で、まあおそらく多分サイズとかも一緒で、重さも同じぐらいなんじゃないかな。これ69なんだけど、こっちが何ぼやったっけ ?70 何ぼ。いや、測ればいいじゃんと。はい、いらっしゃい。いつも美味しいコーヒー入れてくれてありがとう。ハリオちゃんのね、体重計で測っていきましょう。66。うわ、さらに軽いな。こっちはね。うわ、潤滑、さすが1ミリブチャラティしてるからね。ちょっと重たくなってますね。エンプロ77。そんなに重く感じないけど、でも重いな。ちょっと重いな。はい、ありがとう。ということで、V10 に比べると、ちょっと重量とか軽くなってるよという感じなんだけれども、面が全然違うわ。なんだこれ。いや、これ開封したてだと、ちょっと回しにくすぎて、潤滑剤を入れないと、私の技術ではちょっとまともに回せないので、ちょっと潤滑剤を入れましょうかね。コーナーカット。広いな。これ11です。一番緩い状態。つまりコーナーカットは一番いいはずなんですけど、こんな感じですね。まあ私はここがコーナーカットで、リバースはまあこのラインとか、まあこの辺とかが、なんかこう、グッて我慢してからパチンではなく、もう切れるところはこうスルッと切れていけばいいという感じなので、まあ普通のコーナーカットとリバースコーナーカットはこの辺みたいな感じで、そんなにコーナーカット切れなくていいっていう人なんで、もうこれはね、この辺であれば、こうやって、もうすごくスムーズに抵抗なく切れていくんで十分なんだけれども、45度とかに一番緩い状態でしてみると、こんな感じで切れないんですよね。まあ勢いよくやったら切れるけど、V2、スーパーウェイロン V2 の方は45度とかで、いや全然、ここでも多分切れるんじゃないかな。切れるな。コーナーカットがすごく良くなってますね。面白いね。足の形状全く一緒なはずなのに。で、バネなのに。なんでこんな違うんだろう。これとこれだったら、この3つのブロックが仲良しの状態でこうやって動いてくれるんで、この子とこの子とこの子が一つの長方形のブロックとして動いてくれてるイメージなんですよ。だけど、この子はガンキューブそっくりで、
この子とこの子とこの子がこう独立した状態でこうやって動いてるみたいなイメージですごいガシャガシャする回し心地ですね。M 列、ルーとかやる方、私はもうとても下手っぴなんで、ルーの方とかの参考にはならないと思うんですけど、ルーやる方は、マグネットが強の状態だと、ちょっとね、ちょっと爪の色の変化とかで見ていただければわかると思うんですけど、結構なんかここ白くなってますよね。結構押してますね、ギュッて。こっちの方が M 軽くないか？めちゃめちゃ重たくしてるけど、こっちの方が M 軽い気がするな。こっちの方が、なんか初動がいっちゃったらもうスコーンなんだけど、なんかこのグッっていうのは、こっちの方がなんか強い気がしますね。V10 よりも V2 の方が強いような気がします。こんな感じ。これぐらいすくってつけときゃいいかなっていうところですね。おいよ。はい、ありがとう。うわーいや、ブレーキはかかったな。かかったんだけど、まずね、ゆるいわ。1、2、3、4、5、6、7、8。まだちょっとわかります？ガチャガチャしてるの。こっちは、すごい綺麗に回ってるのわかります？なんか一個の、この長方形のブロックとして、こう綺麗に回っていってるみたいな感じなんですよね。これも結構そういう感じ。すごいこれとこれが、こう仲良く3つくっついてこうやって回ってるんですけど、この子はガンの12です。ガンの12だね。なるほどね。ゆるいな。回転がめちゃめちゃ軽いので、もうその、なんていうのかな、コーナーカットとか、そういった、なんか間違えてるね。こことここ入れ間違えてんの、俺。間違えてるね。コーナーカットとか、そういった回転の重さっていうこととかを考えずに、ガンガン締めていくことができるんですよ。なので、安定感を出すことができる。でも、サンダークラップとか、ファルクとかの昔のキューブって、ガシャガシャしたくないから締めちゃうと、バネがギュッて縮まって回転重くなっちゃうんですよ。で、その回転の重さだと重すぎちゃうから、本当は緩くしたい。緩くしたいけど緩くするとポップするし、ガシャガシャするし、っていうのがすごく難しかったんで、まあ、いい感じの締め具合のところで DNM さしたりとかで、自分の回転の軽さで、こうカチッと回ってくれるみたいな調節にするのがすごく難しかったんですけど、最近のマグレブのキューブとか、まあ回転の軽いキューブっていうのは、ガンガン締めてっても回転が軽いんで、まあ今の私じゃないけど、こうやってガシャガシャするなと思ってガンガン締めても、回転めっちゃ軽いんですよ。なので、そういう意味では、思いっきり締めることができるっていうのは、いいですね。これがね、めっちゃうまいんですよ。今、ちょっと仕事がね、終わってはないんだけど、お時間、現在、AM2 時です。基本的にはね、仕事が終わってからじゃないと、こういう動画撮れないんで、まあ大体ご飯食べてとかになるんですけど、ちょっとね、ちょっとだけ残ってんのかな。これめちゃめちゃうまいよ。黒ビールみたいに見えるけど、全然ピルスナーなんですけど、なんかで飲んだことあるんだよね。プレモルの期間限定の醸造かなんとかってやつか、まあ、とにかくね、味が、あれこれなんか飲んだことあんなと思ったんだけど、ビタリストって言ってるけど、別に苦くはなくて、ただなんかすごい爽やかな感じで、フルーティーな苦味というか、めっちゃうまいっすね。ちょっと、何これ。浮いてる。完全にここ浮いてる。なんかこうなって、こうやって回ってる感じが全くなくて、なんだこれ。これよね、ちょっと。腕もうちょっと、右腕使いたいんで、もうちょっとカメラさんこっち行って、あ、これなら OK。おい、赤か。間違えちゃった。何これ。
今のは俺が下手なだけ。今のは俺が下手なだけ。ラッキー。青はここか。無駄な動きしたな。やろうわ。GA がこれちょっと回しやすすぎるんだよな。なんでなんだろう。なんで V10GA 回しやすいのかな。この子 GA 絶対ここで引っかかるんだよな。ここで引っかかるんだよな。V10 の GA やべえよな。なんでだ。ここだよな。リバースコーナーカットがいいんだな。めっちゃいいんだけど。これあんまよくねえんだよな。一回やって戻すの。青がいるよ。どこにいる？緑ここだよ。オレンジどこ出てくる？はい。はい。また T。T じゃないやつが見たいんだけど。やべえな、これ。いや、こっちのレビュー。こっち。いや、わかってるんだよ。ちょっと、君はあまりにも回しやすすぎるから、汚れて拭いて潤滑剤のコンディションが変わるとか、ちょっとそういうのが嫌で、綺麗に拭いて取っておいたまんまなんだけど、でも今んとこまだその回しやすいっていうのをずっと持続してくれてるんだよね。だけどこれもすごく良くて、V2、M プロ V2 を回してるけど、やっぱちょっとこいつ別格だな。非常に回しやすいな、この子。オレンジ。どこ？判断遅っ。JA だよ。ペアはね、ちょっと見つかってる。F2L はまあだけど。いや、多分、変なところに引っかかりとかが V10 君ほんとないからこういうタイムがずっと出る。V10 君で16秒とか18秒って激レアなんで。でも普通にこういうキューブとか使うと、まあ今見ていただいたと18秒とか普通に出るんだよね。まあでもちょっとペア探しがひどすぎたけどね。こいつの一番最初のソルブとか。なんだけど、こうがいいんじゃないですか。ペア探しひどいな。赤だよ。オレンジなんだが。青だよ。はい。間違えた。こうじゃね。また JA ですか。まあちょっと手崩しでガーッと崩して、もう一発バンとやった感じが、12秒だったり14秒だったりなんだけど、そういうクロスは良くないな。良くないけど、まあ考えてもしょうがないからいいか。だよ。今の V パームとかの引っかかりとか、これは私がガンキューブ系統のこういうキューブを回し慣れてないからっていう理由です。っていう理由なんだけど、多分これすごく人気が出るキューブなんじゃないかなって思ってる。これはこれでもうウェイロン V10 っていう、ある意味 V9 とかみたいな、天雲とかみたいな、ウェイロン V10 ですっていう風に完成されてるキューブなんですよね。もうバチクソ良くてこいつ。この子はこの子で、なんかモーユーさんがこの V10 がすごくいいから、この子をベースにガン12をブレンドしたよっていうキューブ。これで多分、まあ私はせいぜい15秒とかその前半ぐらいのね、そういうタイム帯なので、サブ10の人とかはどういう風に思うかはわからない。わからないんだけれども、そんなに間違ったレビューにはなってないと思いますね。まあ開けたばっかりだからそれこそまたさ、3000回とか回してたらどういう感触になるかとかっていうのは分かんないんだけど、なぜならこの子も開けた当初軽すぎて1の8とかにしてたんだけど、結局のところ11なんですよ。
11にしてすごくちょうどいい感じみたいな状態なので11で使ってんだけど、今もう8の3とかにしてますよね。めっちゃ締めてる状態で、これでもまだ緩いっていう感じなので、おそらくもうちょっと回し込んだり、面の摩擦の本気とかが出てきて、うわなんかめっちゃ重いなとか、なんかそういう風になってきたらまた変わるかもしれないんですが、開封当初というのはディグちゃんをぶち込んでも全然軽いですね。ノーダメージなんで、V10 と全く同じパーツの形状のはずなのに、なぜかよくわからない柔軟性を持ってますね。全然別。私は全く同じキューブだと思ってたんです。で、内部が原色だから、じゃあ回し心地一緒なんだったらこれで一緒って思ってたんだが、なんだこいつ。よくわからん。こういうミスだよね。またこの OLL 多くない？この OLL 多いな。あと見ていただいた通り、この子平気で12秒とかポンポン出すんですよ。回してるスピードとかは全然速くないんだけど、やっぱペアを、手がゆっくりだからこそペアを見つけるのが速くて、で、OLL、PLL とかで、このキューブの性能で引っかからなくって、無駄なタイムロスがなくっていいタイムが出ると。で、これも足の形状とかも全く一緒なんで、潤滑剤とか、あとはこのパチパチの調整次第では、絶対同じキューブに、同じキューブにはなってほしくないんだけど、なんかこれはこれでまた違うね、みたいなキューブに育ってくれると思うんで、ちょっとこれはしばらく使い込んでみようと思います。この子何気にね、5000回転ぐらい使ってんのよ。結構いいっすよ。じゃあせっかくだったら、ちょっと3つ、これとこれでいいや。AO5 測ってみよっか。これと、これで。本当はもうちょっと締めた方がいいけど。今まで使っていた古い子というか、いやでもやっぱちょっと最新型でかっこいいというのがあるので、これが高橋亮介だな。で、これが藤原匠だね。86と、亮介。負けちゃうじゃねえか、亮介。あれ、いいや、亮介と匠だな。いや、あんまいいクロスの組み方じゃないね、それは。ちょっと下手っぴな感じがするけど、いいか。ちょっとさ、指が動いてないみたいなところで笑わせに来ないでくれる？スキップって。いくら全開で逃げてもぴったり食いついてくる。どんなにすっ飛ばしても突き放せない。ダメだ。このバトル負けるかもしれない。高橋亮介、俺なんかが到底勝てる相手じゃなかったんだ。負けたくねえけど、俺は負ける。14秒29。酔ってんな。そうだったんだけど。不思議なやつだ。意外なほどの柔軟性を持っている。もう少し後ろにいて手の内を見せない作戦だったが、前に出たからには下手に食いつかれたら厄介だ。向こうが立ち直る前に一気に突き放し勝負を決めよう。いや、このクロス下手だな。それはあんまり良くないクロスの入れ方っすね。しかも見えない。やめてよ、オレンジだよそれ。青だよ、どこいいの？ほいほい。あ、回しすぎちゃった。パーツの食いつきが急に悪くなった。接地面の熱だれか。
少しぐらいキューブが下手ろうとも、俺のテクに乱れはない。めっちゃクロス簡単だったんだけど。違う。13秒59。涼介勝っちゃって。お前イニシャル D 終わっちゃうじゃねえかよ。涼介何勝ってんだよ。そこはちょっと M プロ V2 に譲れよ M プロにさ。涼介勝ってんじゃねえよ。文太登場。13秒 59。ちょろいぜ。ジョン・コナー出てきちゃった。ちょろいぜ。そういうクロスの入れ方良くないんだよね。結局戻ってくるじゃんね。間違えた。こっちだ。T だけどさ。間違えちゃった。こうでな。こうで、こういけばいいんじゃね。ああ、なんとかなるっしょ。オレンジが見えたけど、青見失っちゃったんだよな。何これ。違えてないか。青か。見つかってないですね。その無駄な持ち替えやめようぜ。こう入れた。ああ、こうだったら間違えた。間違えたよ。赤がこっちだよ。なんか JBT、UB なんか引きがそれも文太の力か。12秒73。文太早えな。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらのスーパーウェイロン V2 はですね、確かに V10、V2 というよりはスーパーウェイロンの要素の方が多いような気がしますね。この子とこの子を回し比べてて V10 によく似てるかって言われると似てないです。どっちかっていうとスーパーウェイロン腕時計キューブですね。腕時計キューブの、回し心地というか、独特な回転の軽さとか、そういったのにすごく似てたので、面白いですね。パーツの形状はもうこれと全く一緒なのになぜか、ふわふわ浮いてる。これこそ浮いてるキューブですね。すごい浮いてる感じで、ガシャガシャするし、ガンの12に非常によく似てるというような感じ。12というか、ガンキューブ2ですね。柔軟性がものすごい高いです。こうやって見ていただいている通り、簡単にピボットもするんで、こっちはしないんで、11の一番緩いやつ。83のきつさ。簡単にピボットするんで、結構こう、なんて言うんですかね、こう柔らかいという感じ。やっぱピボットしにくいキューブって硬い感じがあるんですよね。これとかもそうなんですけど、ピボットしにくいキューブっていうのは、頑張ればこうやっていきますけど、ピボットしにくいキューブっていうのは結構まっすぐという感じがあるんですけど、こういうグニョグニョするキューブ、天ユンとかみたいな、そういったこうピボットしやすいキューブ、トルネードとかみたいなピボットしやすいキューブっていうのは結構こう柔軟性があるような回し心地なので、私みたいに回し方が雑な人からすると、やたらなんかこう、ホールドしくじった時とかぐしゃっとしちゃって、なんかこう、ヨレヨレするなというのが、かなり強く出るキューブですから、私の意見を言わせていただくと、上級者向けというか、ガンが綺麗に回せる人向けというキューブな気がするんですよね。ですけど、キューブの性能的にはすごく良くて、そんなの当たり前ですよね。このキューブを使って世界記録を出してるということなので、セッティングとか、あとは回す人の実力で、それぐらいの、スピードで回せる。そのスピードに耐えうる、耐久性だったり、ポップとかピボット耐性だったり、そういったものを持っていると
あとはコーナーカットの能力ですね。柔軟性とか、そういったものを合わせ持ってるということなので、非常にいいキューブということなんだけれども、これはね、バネ式のやつは何倍やったっけ ?5000 円か6000円ぐらいで買えるとは思うんですけど、もうちょっとするか。7000円ぐらいするんだっけ。マグレブがついてるやつっていうのは1万円ぐらいすると思うんですけど、これね、バネでもめちゃくちゃ軽い。めちゃくちゃ軽いんで、マグレブだと、マグレブなんですけど、ちょっとね、潤滑剤とかが大変な気がするので、スプリング、少なくとも私はこの V10 とかもスプリングが完璧なので、もうこのしっとりした感じの、先ほど見ていただいた通りですよね。文太くんめっちゃ速いんで、この子が良くて、バネがいいっていうのもあるんで、バネを買ったんですけど、回転軽すぎるので、マグレブを試してみたい。両方とも試すっていうのであれば、3000円ぐらい多く出して、マグレブの方1万円とかで買っておけばいいんですが、そこまでマグレブにこだわらないよという方であれば、ちょっと3000円ぐらい安くなってる、バネ式のみっていうやつを買ってみるといいと思います。いや、面白いですね。いいキューブですよ。いいキューブです。この子なんかは第一印象とかそうでもなかったんだけど、回してると良くなった。そしてさらにブチャラティして紙キューブになったみたいな感じで、結構評価が上がってったキューブなんですけど、この子はね、開封当初から、いいんじゃねみたいな感じです。開封当初は良くないよ。潤滑剤入れたりしないと、もうとてもじゃないけど制御できないし、締めたりとか調節しないといけないんですけど、なんかその変な引っかかりがあるねとかっていうのとかは、なんかなくて、同じはずなのに。だから足のこの辺の謎の引っかかりがあるねみたいなのとかも予想したし、でV10 だねっていう感想だろうなって私は思ってて、でもそれでもV10 なんだったらブチャラティしてあげれば内部が原色っていうのとか、多少この面の摩擦感とかで回し心地が違うので、これでもいいんだけど、こいつをちょっとメインにして育てていこうかなみたいなことを考えてたんですけど、ちょっとね全くの別キューブすぎちゃって、別です。パーツの形状が全く一緒なのに、なんでこんな全く別キューブにできるんだろうっていうのが不思議でしょうがないんですが、これはね、V10 持ってるからこれいらないやというのはね、ないので、もう全然 V10 持ってて回しやすい回しにくいあったとしても、これとは全く違うキューブなので、気になってる方はぜひご購入してみるといいと思います。で、ガンキューブが得意な人向けです。これは買った人だったら、このレビュー動画を見てくださって、後で買って、開封して回してみたら、皆さん、なるほどっつってうなずくと思います。ガンキューブが得意な人向けのキューブですね。この柔軟性はね、ちょっとやばいね。あまり調節をしない状態で使ったら 354V1 みたいなすんごいグニョングニョンするような感じで、とてもじゃないけど制御できないよっていう感じなので、私はもう見ての通り8の3、ちょっとミスターに怒られるんで4は避けて8の5まで締めても、いや全然いいんじゃねえくらい回転も軽いし、そこまで締めないとなんかキューブが一緒に仲良く回ってくれないみたいな、独立して回られちゃってガシャ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 するみたいな、そういう感じになっちゃうので、かなり締めないと回しにくいかなという感じなんですが、開封の状態から、例えばちょっと古いけどファルクとか、例えばこれとかみたいになんかちょっと変化するねみたいなことはなんかあんまりなさそうというか、多分変化するんだけど、開封の時になんか変な引っかかりがあるねとかそういうのは全然なくて、潤滑剤とかぶち込めばもうすぐにすごく回しやすい状態という風になっているので、あとはもうしっかりバネのテンション調節、コーナーカットの調節だけをしてあげれば非常に使いやすいキューブになるんじゃないかなと思われます。すごくいいキューブですね。この子はもうちょっと今少し回しちゃったんですけど、潤滑剤の状態とかこのちょっとしっとりめな感じとかっていうのをちょっとこのまま残しておきたいっていうのがあるので、本当はこれ今一番回したいんですけど、あまりにも紙キューブになりすぎちゃったんで、なんか設定で困った時とかにこれってどれぐらいの重さだったかなっていうのを確認する時にアンチセクシームーブとか回して、こんな重かったっけとかこんな軽かったっけっていう確認で、全くの別キューブなんだけど同じような設定にしてあげて、でさらにこのキューブにしかない回し心地を追求してあげる。でその回し方を習得するみたいな感じで、この子ベースで同じような設定にできればいいなというのがあるんで、あんまこの子回したくないんですよね。設定変わっちゃうと困るんで、設定っていうか潤滑剤ですね。
だからまあ、この子なんかは、これと一緒で、グラビタス入れてるんですよね。こいつ。グラビタスとカーム、青いやつをぶち込めば、すごく良くて、めっちゃいい回し心地になったんで、この子今お気に入りで使ってるんですけど、この子はそうですね、今グラビタス爪楊枝の先、ほいってつけたんだけど、ブレーキはかかってんだけど、もうちょっとこういう感じのしっとり感が欲しいので、やっぱキュービクルのウェイト1とかのやつとか、トラクサスの 10K とか、注射器タイプの、もうこの紙キューブになった潤滑剤を、それこそ1ミリとかブチャラティしてあげて、ちょっとこれみたいなべっとりした回し心地にしてあげても、それでもちょっと回転軽いかな、パーツが独立してるかな、みたいな感じになっちゃうと思うので、すごく調節が難しいんだけれども、決まるとですね、なんか結構やっぱコーナーカットの良さから回しやすいキューブに育つんじゃないかなという楽しみがあるキューブでございました。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり誠にありがとうございました。本日はスーパーウェイロン V2 でございました。こっちの V2 もいいからおすすめよ。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。